やっほー。やばいやばいやばい、電気消えた。電気修理と、マッハ電気修理、良さげやな。ここで880円、安っ。ここちょっと電話してみよう。ちょっと待った。これ実は詐欺に遭います。実際にこのマッハ電気修理で高額請求の疑いで男4人が詐欺などの容疑で逮捕されています。今回の詐欺はインターネット検索連動型の広告を使って集客しています。でこのインターネット検索連動型の広告が何なのかという話ですが、これが先ほど検索した際に上に出てきたスポンサー広告や広告という名前で出てきているものです。でこれをクリックしてしまうと詐欺に遭う確率が非常に高くなります。全てが詐欺というわけではないですが、中に詐欺が含まれている確率が高いので、最初に出てくる広告はできるだけクリックしない方がいいです。今日はこの検索時に上に出てくる広告、リスティング広告または検索連動型広告とも言いますが、これについて何が危ないのかを詳しく見ていきます。そもそもこのリスティング広告とは何かということですが、このリスティング広告とはユーザーが検索エンジンで特定のキーワードを入力した時に検索結果の上部に表示される広告のことです。主に Google 広告や Yahoo 広告などが代表的な媒体で、広告といった名前やスポンサーまたは両方合わせてスポンサー広告という感じで表記されていて、 SEO で出てくる結果とは異なっています。この SEO というのが何かというのは後でまた詳しく説明します。リスティング広告なんですが、基本的に誰でも出すことができます。この広告を出すと電気修理、水漏れなどのキーワードが検索された際に検索結果の上位に自動的に現れる、表示される仕組みという風になっています。この検索した際に上部に来れば来るほど検索してくれる確率っていうのが上がってくるので、お金を払って広告を上に表示するという仕組みになっています。でこの広告ですが、表示するだけではお金がかからず、広告を見た人がクリックするとそれに合わせて費用が発生するという仕組みになっているそうです。このリスティング広告ですが、電気修理とかっていうキーワードを調べると絶対に現れるというものではなく、特定の地域や時間帯などを設定することができます。例えば関東で電気修理と調べると A という広告が出てくるのに、大阪で同じ時間帯同じ日に調べても A という広告が出なくて B の広告しか出ないということはありえます。他にも東京で朝電気修理と調べると A の広告は出てこないのに、夜7時以降に同じキーワード電気修理って調べると A の広告が出てくるということもあります。これは7時以降に広告を表示するというふうに設定しているからです。このようにキーワードであったりとか地域、時間帯それぞれ自由に設定したり変更することができるのがリスティング広告です。で先ほどから何回か出てきている SEO というのがあるんですが、この SEO というのは Search Engine Optimization、 検索エンジン最適化と言われるもので、時間をかけて上位に表示されるようになります。ウェブサイト運営やブログなどを書いていく中で、多くの人がそのウェブサイトに訪れたり、そこのウェブサイトでずっと記事を読んだりして長時間滞在していた場合などは Google がそのウェブサイトはいいサイトだというふうに評価するので、何か調べた際に上位に表示されやすくなります。これが SEO と言われるものです。なのでほとんどのウェブサイト作成者やブログなどを書いている人はこの SEO を意識して Google に評価されるように、そして関連キーワードが検索された時に上位にできるだけ表示されるように SEO を意識してブログやウェブサイトを作っています。しかしリスティング広告が同じキーワードで設定されていた場合、例えば電気修理というキーワードでリスティング広告がかけられていた場合、電気修理というキーワードを調べるとまず最初にリスティング広告が出てきます。その下に SEO で評価された記事が出てくるようになっています。なのでこの一番上3つか4つ、場合によって変わるんですが、この部分は基本的に広告が出てくるというふうに思っておいてください。その下に SEO で評価された記事が出てきます。ただ SEO で上がってきているからといって必ずしも安全というわけではありません。このように Yahoo で電気修理と調べた際、上にスポンサーが出てきて、その下の方に行くと8番目ぐらいにマッハ電気修理というのが出てきます。また Bing で同じように電気修理と調べた際も何でもお任せマッハ電気修理というふうに1番目に出てきています。なので SEO で出てきた結果だからといって必ずしも安心できるというわけではないので、この点は注意しておいてください。このリスティング広告ですが、リスティング広告は詐欺が多いと言いました。ではそれをどうやって見分けるのかということを今から説明していきます。
見分ける方法は2つ。1つ目は訪れたページだけで判断しないこと。2つ目はドメインの年齢、ドメインエイジを見るということです。リスティング広告をクリックすることは全然大丈夫なんですが、それをクリックして見た際にそのページだけで判断しないということが大事です。このクリックして訪れるページのことをランディングページというふうに言いますが、このランディングページだけを見て判断するというのは非常に危険です。じゃあ何を見たらいいのかということですが、会社概要や利用規約、そしてお問い合わせ、そういったページが普通のウェブサイトには作られています。でもしこれらがなければ詐欺の可能性が高いというふうに思ってください。でこの会社概要や利用規約、お問い合わせページをどういうふうに確認するのかということですが、これらはだいたいページ右上か左上にある3本線のハンバーガーアイコン、これをクリックして見ることができます。もしくはページの一番下フッター部分に会社概要であったりとか利用規約、お問い合わせなどのリンクが含まれていることが多いです。例えばこのホームサーブというページに行くと、ページ下の方にホームやサービス、よくあるご質問、お問い合わせなどが表示されています。またこのクラシアンのページでは右上にメニューというのがあって、ここからいろいろ詳しく知ることができます。施工事例であったりとか、よくある質問、そしてクラシアンについてというので、会社概要や企業理念、遠隔、営業所一覧などなど様々なページを作られています。ここで会社概要などを見てみると、このように社名、創業、資本金、そして役員、執行役員、住所や営業所など詳しく書かれています。これらを詳しく書かずに社名と住所だけといったホームページもあります。この場合はあまり信頼しない方がいいです。なぜなら住所はどこからでも借りてこれるので、適当に同じような事業者のところの住所を借りてきてそこを使うということも詐欺のサイトでは多く見られます。またこのように屋号と電話番号だけというサイトもあります。会社なのに称号、社名がないということから詐欺サイトであるということがすぐにわかります。また今回問題となったマッハ電機のウェブサイトですが、ページ下に行っても会社概要などの項目はなく、またページの右上にもハンバーガーアイコンがなく、会社概要など他のページが見れないようになっています。このランディングページ1枚だけであったりだとか、お問い合わせとランディングページ2枚だけといったようなページが極端に少ないウェブサイトはできるだけ信用しない方がいいです。なぜならこのページ1枚を作るとかページ2枚を作るっていうのは簡単にすぐできるからです。もし業者に頼んだ場合も作成費用がすごく安く抑えることができます。本来企業のウェブサイトっていうのは会社概要であったりとか、ブログをやってる会社はブログの一覧があったり、よくある質問、そして事業内容、今後の会社が目指していく道筋であったりだとか、様々な項目をページごとに分けて書いてあるので、ウェブサイトが一つだけっていうことは絶対ないと思います。なので基本的にウェブサイトのページ数が少ないという時は信頼しない方がいいです。リスティング広告が詐欺かどうかを見分けるための一つの方法としてランディングページだけで判断しないということを紹介しましたが、他にもドメインの年齢を見るということもできます。このドメインの年齢をドメインエイジというふうに英語で言いますが、このウェブサイトがいつ作られたかということを見ることができます。この見方としては、まずドメインエイジと検索します。そうするとデュプリチェッカーっていうのが出てくると思うので、これを開きます。でここの Enter Domain って書いてあるところにリスティング広告の URL をコピーしてペーストします。でチェックドメインエイジを押します。そうするとドメインがいつ作られたかっていうところで、ドメインクリエイティドオンっていうところがドメインが作られた、作成された日です。マッハ電気修理のウェブサイトの場合は2024年12月19日に作成されたというふうになっています。そしてその作成された期間から今1年3ヶ月21日経っているということもわかります。でこのドメインアップデーティドオンっていうのがいつ更新されたかっていうので、2025年12月3日に更新されて、次2026年の12月19日に更新が切れるというふうになっています。でこのドメインというのはインターネット上の住所のようなものです。でこれを調べた時にドメインが若ければ詐欺の可能性がより高くなります。このドメインっていうので考えると少し分かりづらいですが、現実社会で考えてみると、自分が住んでいる家の隣に最近引っ越してきた人がいます。で隣には20年間ぐらい付き合いのあるご近所さんがいます。でこの最近引っ越してきた人とこの20年ぐらいずっと住んでいる人、どっちを信用しますかって言った時に、近所付き合いがある20年の方の人だと思います。でこの最近引っ越してきた人とは少しずつ距離を縮めていってお互いに信頼していくっていうのが普通だと思います。でこれドメインの場合も同じで、最近作成したドメインの場合はやっぱり信用があまりないですよね。
それに比べて10年だとか20年間ずっとその同じドメインを使っている場合は信頼性が多少なりともあります。なので若いドメイン、最近作られたドメインっていうのは基本的にあまり信用しない方がいいです。緊急時にこのドメインの年齢を見るっていう方はあまりいないとは思いますが、詐欺を見破るための一つの方法として知っておいてください。またリスティング広告の詐欺を完全に見破る方法はありません。ただ今回紹介したようにランディングページがすごい作り込まれていたとしてもそれだけで判断しない、他の会社概要であったりとかお問い合わせ、そして利用規約などそういったページを確認すること、そしてドメインエイジが若くないか、それも確認する必要があります。これら複数のものを組み合わせてそのウェブサイトが本当に信頼できるものなのかということを自分でしっかりと考えた上で問い合わせするようにしてください。ただこれらを緊急時の焦っている時に調べてしっかりと考えてこれ信用できるかなっていうのでやるのは非常に難しいと思います。なので基本的に日頃から検索した時に出てくるリスティング広告はクリックしないということを習慣化しておくと詐欺に遭う確率を低くすることができるので、このリスティング広告を見た場合はできるだけクリックしないということを心がけておいてください。もしそのリスティング広告をクリックして問い合わせをしてみたいという場合は今日述べたようにそのウェブサイトが本当に信用できるサイトなのかということをしっかりと確認した上で申し込みやお問い合わせするようにしてください。そうじゃないと今回のように詐欺に遭う確率が非常に高くなるので気をつけてください。ただ全てのリスティング広告が詐欺というわけではありません。中にはいいウェブサイトで売り上げを上げたいのでリスティング広告を出しているというサイトもあるので、その場合はクリックしたりだとか購入したりしても特に問題はありません。なので今回紹介したようにリスティング広告が詐欺かどうかをしっかりと見分けた上で使っていくということが大事になります。ただこのリスティング広告に関する情報っていうのは十数%の人しか知らないっていうふうに言われているので、リスティング広告の危険性とかこういう詐欺に遭う可能性が高いっていうことを知人や家族、友人などに教えてあげてください。そしてみんなが詐欺に遭わないようにしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。